こんにちは、アンナスです。今日は、ダイソーの巾着に刺繍しようと思います。花柄なので、私はあんまり花柄は刺繍しないんですけど、花柄にも刺繍できるので、どういう図案が合ってるのかとか、そんな話をしたいかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい。では、巾着ですね。この巾着に刺繍をしていきます。図案はアンナスの草花と動物の可愛い刺繍の本の中から、白鳥の図案を刺繍しようと思います。この白鳥だけですね。ここだけ、これブローチになってるんですけど、この部分だけを刺繍します。で、どうやって写すかっていうと、チャコペーパーでも写ると思います。多分書いたら写ると思うんですけど、ちょっとスマプリで写そうかなと思います。最近お気に入りのスマプリ、新しくなったんでね、ここが黄色のやつが新しいやつで、スマプリはシールになっているので、このちょっともうだいぶ使っているんで使いかけになってしまうんですけど、この A4 サイズが2枚入ってます。で、ザラザラの方にペンでなぞって写していくんですけど、もうちょっとなぞるところは図案をお見せできないので、ちょっとはしょります。一応どうやってなぞるかっていうのはこうありますね。で、図案にちょっとこう当てて、で、0.28 シグのでもいいし、できるだけ細いペンでこう写してもらって、でギリギリでカットするとこんな感じです。もうちょっと今書いて準備しているものがあるので、それでやっていきます。で、巾着はだいたい真ん中に写す場合は折り目をつけて、この中心のところに合わせて貼りますね。で、あんまり下とか横にするとマチって言ってこう中身を入れると向こうにこうぐるっと回ってしまうので、なのであんまり端には刺繍しないですね。で、この剥がすのが結構この間も質問が来てたんですけど、この新しいスマプリすごい柔らかいので、前の動画でもやりましたね。この端から貼っていってください。全部めくらないで少しだけ剥がして、で中心のそうですね、巾着だから絞るからあんまり上にしないで、左右対称の図案じゃないからだいたいこの辺かなぐらいでいいと思うんですけど、これでちょっとずつ剥がしていってください。で、もし向きとかちょっと違ったかなっていう時はこうやって剥がして貼り直しても大丈夫です。なんかね、一回貼ってから剥がすとホコリがついてるからかわかんないんですけど、この布の表面のこう毛羽立ちがくっつくからか、割と剥がして貼るのは大丈夫なんですけど、一回これベリって剥がすとここでくちゃくちゃってなるので、それだけちょっと気をつけるといいかなと思います。だいたいこの辺ちょっと前のめりになりすぎかな。もっとこんな感じですね。私の図案の写す向きが逆でした。で、刺繍枠外して刺繍が真ん中に来るようにセットして、しっかり枠を締めます。で、こうやってくちゃくちゃってすると裏も見えるんで、これで刺繍することができます。で、刺繍糸は今日はなんかちょっと淡い紫の布なので、ちょっとパステルカラー系でいこうかなと思います。この辺りで。で、まず刺し始め、この真ん中のお花の
芯の部分ですね。そこはまずじゃあ黄色で刺していきます。2本取りで2本針に通してで、最初ちょっと細かいので丸いところだとちょっと大変だから、この花びらのところに小さく並縫いを2つ入れます。でギリギリで留めて、糸が渡ってる上1つ前の穴に刺すとこれで絡まってるので、この出てるところをハサミでギリギリで切っておきます。で丸はまず真ん中に1本基準を入れます。刺繍糸ってまっすぐにしかならないので、端から塗り絵みたいにしようと思っても難しいですね。なので真ん中に基準を入れて、上半分と下半分を埋めていきます。丸は難しいので、こうやってバランス見ながら上と下と埋めながら刺していってもいいと思います。はい、では刺繍ができたので裏に絡めます。2回ほどすくうとこれで絡まっているのでギリギリで切ります。で次、お花は水色、ブルーブルーですね。青にしようと思っているので、青の刺繍糸2本出して2本取りでセットします。で2回目以降は裏に絡めて、で放射状に刺していきます。手が外からで、手が上にいる時に同じ穴を上から狙うようにすると、ここの際のところが綺麗に刺せますね。でガイド線を入れます。まずここのお花のへこんでいる部分と、それからお花の一番膨らんでいる頂点のところを刺して、で放射状に間を埋めていきます。なのでざっくりこんな感じで刺したいっていうのをザーザーザーと刺しておいて、で後からこういう感じで間を埋めていきます。で今のブロックが終わったら隣のブロックも埋めてっていう感じで、1ブロックずつ埋めていって45度ずつ埋めていくといいかなと思います。はい、ではお花ができたので今度は葉っぱを刺繍します。裏に絡めて、で葉っぱの向きはどちらでもいいです。斜め、この斜めでもいいし逆の斜めでもどちらでもいいので、ただ真横に刺すとステッチの最後の方がこうちっちゃい点々になってちょっと刺すのが大変になるので、斜めがおすすめです。それで真ん中に基準を入れて半分ずつ埋めて、葉っぱ全部を埋めていきます。はい、では葉っぱができたので隣のお花に行きます。この横向きのやつです。でギザギザになっているので、これもガイド線を長いところと短いところにガイド線を入れて、最初こうやってざーっと刺しておきます。で後から間を埋めるといい感じになるので、隣に刺しながらジグザグ出すのって結構勇気がいるというか難しいんですね。なんか一気に長くするのって結構
思ってたより長くならなかったり短くならなかったりするんで、こういう感じで先にやっておくと後で楽です。これで間を埋めていきます。はい、ではお花ができたら今度はスワンに行きます。まず首のところにだいたい基準を入れて上と下と埋めていきます。で、途中ここがロング&ショートステッチになります。はい、では首のところが刺せたので、この首の向きのままロング&ショートステッチに突入していきます。ロング&ショートステッチは一気にいくと長すぎるので何段階かに刺し分けるステッチなんですけど、まず、1段目、もうちょっとここが最初刺さってるんですけど、重なる予定のところを長い短いにして、ロングとショートで長いと短いを厳密に入れなくていいです。ランダムにして、要は最終的には一つの塊にサテンステッチのような感じにしたいんですね。本当はサテンステッチでやりたいんですけど、サテンステッチでやると長すぎるので分けるんですが、最終的にはそのサテンステッチ風な感じに見せたいんですね。なので1段目はこうやって重なる予定のところは長いのとか短いのジグザグに。で、線のところは線の通りに刺して、ここもその線っていうか隣同士こう刺繍糸と同じ穴に入れるみたいな感じで、1センチ以上はロング&ショートステッチっていう風にしてるんで、1センチ以下の短い部分に関しては端から端までサテンステッチを入れてください。なのでロング&ショートやるところって本当にこの真ん中あたりだけなんですけど、こんな感じでこうざっくり刺していきます。で、続きやるときはちょっと先に出して平行にザクッと刺します。で、もう1回ぐらい重ねたいので長さを変えて出して、でまたさっきここに刺したからちょっと向こうとかちょっと内側とかいろんな長さになるようにランダムに刺します。で、ここのポイントは必ず平行に刺すっていうことですね。ちょっとでも 2,3 度でも5度でも斜めになると結構目立つので、こんな感じで刺し埋めていきます。で、刺すとこうやって穴が開いてくるので、こういうところはさらに上から刺繍糸を足して埋めていきます。なので普段のサテンステッチよりも倍ぐらいの厚みになったとしても OK です。もう色がしっかりのってないと仕上がりが汚いので、もうどんどん隙間があれば埋めていってください。はい、では、ロング&ショートステッチができたので、くちばしの部分を刺していきます。横横に黒を刺して、でくちばし黄色を刺して、で奥の羽は白で刺してもいいし、色変えてもいいです。本では色が変わってますね。ではこんな感じで、もう一気に埋めていきます。はい、これで出来上がりです。で、このまま乾かして水で溶かしてもいいんですけど、ちょっとスマプリを余計な分取っておくといいです。これ溶かしてきれいに溶けなかった場合、糊みたいに残ってしまうので、布が硬くなってしまうんで、糊をかけたみたいな感じに、なるんで、刺してるとミシン目みたいにビリビリビリって破れることができるので、あと細かいところとかはお水で消すといいと思います。ってことで
花柄にも全然刺繍できるんで、よかったら。だからお花にお花だとちょっとやっぱ目立たないので、なんか一体化すると思うんで、これもそうですけどなので今回動物にしましたけど、人物とかその動物とか、あと物、こういう物みたいなのとか、あと動物系ですねとかだと多分この立体的にこうふわっと出てくるんで面白いかなと思います。なんか線の動画とかはちょっと線の刺繍とかはやめといた方がいいかなと思います。もう多分分かんなくなると思うんでね。なんか例えばこういうのとかこういうのがあっても可愛いと思うし、あとお姫様系をよく私やってたんですけど、なんかこういう眠り姫みたいなのがここにいても可愛いかなって思いました。はい、というわけでなんか花柄にもぜひ刺繍してみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。